レーム、うちの子に限ってってセリフ、人生で一度でも口にしたことあるか？あれを言った瞬間、母親の脳ってもう半分壊れてるんだぜ。いきなり何よ、その物騒な切り出し方。関西のある私立高校でな、海外研修中に、生徒7人が同時に手を出した事件があったんだ。7人同時って多すぎじゃない？それ、生徒の問題でしょ。普通はそう思うよな。だが、もっと深く狂ってたのは、親の方だったんだぜ。親の方？子供より親が壊れたって、どういう意味よ。保護者会で最初に立ち上がった母親が、こう断言したらしいんだ。うちの子は絶対やってません。絶対にやってませんから。うわ、なんか、もうこの時点でちょっと怖いんだけど。そしてその3日後、その母親は校長室で7分間、泣き崩れることになるんだぜ。7分間、ピンポイントで覚えてるのが逆にリアルね。今日はその、親の脳が壊れていった72時間を、最前列から覗いていく。まず時系列を整理してよ。事件はどこから始まったの？0日目、海外研修先のブランド店で、引率教員が現地スタッフに別室へ呼び出された。いえ、うちの生徒に限って、そんなことは何かの間違いだと思いますが。教員の子の一言からして、もううちの子に限ってと同じ構文なんだよな。ほんとだ、大人の方がまず認めたくないんだ。翌日、生徒たちは帰国させられて、緊急保護者会の招集通知が一斉に送られたんだ。これ、明日って急すぎるでしょ。ママ友の LINE が夜中の0時を回ってもピコピコ鳴り続けたって話だぜ。何があったの？うちには何も連絡来てない。誰か知ってる人いる？うちの子、何も話してくれないの。スマホばっかり見て、目も合わせてくれない。この時点で、もう子供は何かを知ってるのよね。絶対。なのに親は LINE の中で誰か知ってる？お一晩中投げ合ってるんだぜ。そして翌朝、保護者会本番、校長は最初に一言だけ言ったらしい。複数名の関与が確認されました。詳細は順を追ってお話しします。複数名の関与、めちゃくちゃ慎重な言い方ね。その瞬間、最前列の母親が立ち上がったんだ。待ってください。うちの子は、絶対にそういう子じゃありません。絶対に違います。いや、早すぎでしょ。まだ名前すら出てないじゃない。これがいわゆる、うちの子に限って第一発目だな。ここからが面白くてな。他の母親たちにも同じ構文が伝染していくんだ。うちもです。うちの子もそんなことする子じゃありません。友達に巻き込まれただけです。家ではちゃんと挨拶もする子なんです。それ全部、自分に言い聞かせてるみたいに聞こえる。これを心理学では防衛同調って呼ぶ。一人が否認したら、周りも一斉に否認に乗っかるやつだ。防犯カメラあるの普通じゃない？なんでそんなに断言できるのよ。いい質問だな。そしてそのカメラ映像が、ついに会場のスクリーンに出るんだ。校長がリモコンを押した瞬間、会場は文字通り、無音になったらしい。今のセリフ、空白だったわよね。そう、声が出なくなる方が、悲鳴より怖いんだぜ。映像には、自分の息子が、はっきりと映っていた。顔も、手元も、品物も。これは、加工です。誰かが加工したんです。こんなの、うちの子じゃない。まだ言うの。その気に及んで。これが正常性バイアスのピークだ。証拠を見ても、脳が偽物だと書き換える段階だな。そして3日後、最初に立ち上がった母親が、校長室に呼び出された。お母さん、息子さん本人が、全て認めました。今、隣の部屋にいます。嘘でしょ。嘘よね。ねえ、嘘って言ってよ。お願い。そこから7分間、母親は声も出さずに泣き続けたって記録だ。7分って、想像するだけで息苦しいわ。事件そのものより、この7分の方が本編なんだぜ。でもさ、目の前にカメラ映像があるんでしょ。それでも信じないものなの。信じない。じゃないんだ。認識できないが正解だ。認識できない？映ってるのに？これを正常性バイアスっていう、自分の世界が壊れる情報を脳が物理的に引く現象だな。我がこの罪を認めるってことは、自分の子育てを丸ごと否定することと同じなんだ。はあ、それは脳が拒否するわけだ。だから親は、こう守ってるつもりで、本当は自分の自己肯定を守ってる。それ、私もやりそうで怖いんだけど。そこに気づけるなら、もう半分は防げてるぜ。でな、母親たちの反応は大きく3つに分けられたらしい。まず1、さらに逆ギレする方だ。カメラの角度がおかしいんじゃないですか。店側の問題でしょうね。出た。攻撃に転じるパターンね。これは攻撃で防衛するタイプ。怒りで自分の世界を立て直そうとするんだ。2は、ひたすら黙る方だ。声も出ない。目も合わない。乖離で防衛するタイプだな。これも辛そう。
でも一番怖いのは黙る人かも。黙る母親は家に帰ってから子供を見られなくなるケースが多いって言われるな。そして3がいきなり土下座する方、過剰な謝罪で防衛するタイプだ。申し訳ありません。申し訳ありません。すべて私の責任です。私が悪いんです。これって誠実な謝罪に見えるけど。いや、これも防衛だ。先回りして謝ることでそれ以上踏み込まれないようにしてるんだぜ。その3パターン、なんか職場でも見るかも。だろう。逆ギレ、沈黙、過剰謝罪、3つとも全部防衛なんだ。素直に受け止められた母親はこの場には一人もいなかったと分類できる。ゼロなのね。ゼロだ。これが人間の脳の標準仕様なんだぜ。標準仕様、それを聞くだけで余計にゾッとするわね。だからまず仕様を知ることから始めるんだぜ。さて、事件の落としどころの話をしよう。まず店側との示談と賠償だ。未成年でも親が払うのよね。その通り、未成年の万引きでは保護者が民事責任を負う範囲が一般的に確立してる。商品代金、店舗の損害、場合によっては慰謝料まで親の口座から出ていくことになるな。金額よりその振り込みの瞬間が一番きつそう。次に学校側だ。定額、自主退学、こういう処分が選択肢として一般的に存在する。自主退学って結局学校に居場所がなくなるから出ていくってやつでしょ。形式上は自主、実態は追い出しに近い。ここも親の選択として降りかかってくる。でな、親が一番きつく感じるのは罰そのものじゃない、新しい肩書きの方なんだ。新しい肩書きってまさか。そう、加害者の親。これが家庭の中にも地域の中にも持ち込まれるんだ。あなたが甘やかすからこうなったのよ。私はずっと言ったじゃない。何だと、お前だって息子のスマホ一度も中身見たことなかっただろうが。うわ、責任の押し付け合いが始まる。兄弟にも波及する。下の子の友達関係、進学、全部に影が差すケースが報告されてる。最初に立ち上がったあの母親は結局 PTA 役職を辞任したそうだ。辞任、それで済むの？いや、地域コミュニティでもスッと距離を置かれていったって描写がある。おはようございます。今度の集まりってごめんなさいね。今回はちょっと人数の都合で、また次の機会に。これ、いじめじゃないけど、いじめより重い気がする。息子より先に親が社会的に死んだんだよ。子供より親の方がダメージ大きいって、なんかおかしくない？おかしいよな。だが、そういう風に人間社会はできてるんだぜ。じゃあ最後に、自分が同じ立場に立たないための再発防止チェックを3つだ。1つ目、うちの子に限ってが口から出かけたら、まず3秒だけ黙る。3秒、それだけでいいの？その3秒で、正常性バイアスの初動が止まるんだ。脳内ストッパーの作り方だな。2つ目、我が子の異変を疑える親になるための日常チェック3項目だぜ。1、持ち物が急に増えていないか。2、財布の中身を見せたがらなくなっていないか。3、友人関係を急に隠し始めていないか。この3つだ。疑うって、なんか愛情の反対みたいに思われちゃうわよ。いや、疑うことは愛情の反対じゃない。見ないふりをすることの方がよっぽど無関心だぜ。3つ目、加害者家族になっても孤立しない地域コミュニティとの距離設計だ。距離設計、難しそう。普段からご近所と弱みを見せ合える関係をたった一つでもいいから作っておくこと。ことが起きてから作るのはほぼ不可能だからな。じゃあ、平和なうちにちょっとだけ油断しとけってことね。そういうことだ。完璧な親より隙のある親の方がいざという時強いんだぜ。うちの子に限ってって言いそうになったら、この動画思い出してね。チャンネル登録しとけば次にゾッとしたい時すぐ会えるぜ。高評価とコメントももらえるとマリサが3秒だけ機嫌良くなるからよろしくね。